戦争が終わった後で日本の科学者たちは集まって二度とそういう戦争に協力する、つまり破壊と殺戮に奉仕するような自分たちの仕事をそういうものにしないっていうことを誓い合ったんですね。でそれで日本学術会議というその学者の集まりで軍事研究はしないという声明を出して、それをずっと維持してきたんです。けれども、今日本の政府は国の軍事化をいろんな形で進めています。軍備は増強するし、それから今まで専守防衛といって、外国から攻撃があった場合には当然防衛すると。けれども自分の国から出ていって戦争する、他国に戦争を仕掛けるということはしないと、そういう方針を堅持してきたんですね、日本は。ところが最近の政府はその憲法の解釈を変えて、それで外国に軍隊を送れるようにすると、そこで戦闘行為ができるようにするという、そういうふうな法制を整えたわけです。それから米軍との協力関係を進めるということで、日本でも武器開発とかいろんなことを進めて自分でやっていきたいと。それと日本の科学技術っていうのはご存知のように世界でもトップクラスの水準にあるわけですね。その科学技術を使って今までは、それは軍備には使わなかったけれども、これを軍需産業とかなんかに展開していったら、軍を強くするのにも役に立つし、それから経済の新しい領域を開くことになると。そうすると今までそこでは商売しなかったのがそこで商売できるようになるわけです。っていうことを今の政府は一気に進めようとしてるんですね。それで実は大学に関しては2004年ぐらいからかな、大学の方針を変えて、それで、大学間で自由に競争させるっていうようなことに、政府はしたんですね。そのために、それまで恒常的に大学に交付されていたお金を毎年減らしていくと。そしてその減らしていくと当然ながら大学で使えるお金っていうのは減ってきますから、だから研究費がだんだん少なくなってくるわけです。教員たちに割り当てられる研究費が少なくなってくるんですね。その少なくなった分は外部からの資金で調達しなさいと、そういう方針になったんです。そうすると特にお金のかかる理科系科学技術系の研究者たちはますますというか国から大学に来る予算が少なくなるので、外に研究費を求めざるを得ないと、そういう状況になります。そこに一昨年から防衛省が防衛装備品の開発のためということで、研究資金を出すことになったんですね。それで研究資金を用意して応募させると、大学や研究者に応募させると。そして、防衛研究の中に、あるいは軍事研究の中に、研究者大学を取り込んでいくっていうことを始めたわけです。日本の大学としてもいくつかの大学が、私たちの大学は私たちの大学の研究者にはこの大学にいる、先生たちは絶対に軍事研究のその予算を使いませんというのを大学として宣言しているところもあります。例えば関西大学という、これは私立のプライベートスクールですけども、関西大学や東北大学や、広島大学、あと新潟大学、この辺は国立大学ですね。
こういった大学があと先日はこの間は明治大学、日本の大きな大学です。あそこが、私たちは大学として軍事研究は絶対しないということを宣言しています。自分たちが科学技術はね、人間の生活や人間の幸福のために役に立つ、生活が便利になる、こんな素晴らしいことができる、そのためにやるのが科学であってね、破壊や殺戮のためっていうのは、二度と破壊や殺戮のために自分たちの研究をつぎ込まないっていうふうに学者たちは考えたわけです。だから日本学術会議は日本では軍事研究をやらないということを宣言してます。けれどもそれを放棄する、いや自衛のための研究はいいんだって。で自衛のためっていうのはだから国のために奉仕するっていうことですけど、国のために役に立つんだったらそれをやっていいんだってなったらあらゆることが可能になります。でそして結局は前と同じようなね、今度国のための研究ならいいんだ、いやそこに資金がある、みんながそちらに行く、そしてそうするとそういう資金を受けない人とか、そういう資金を拒絶する人たちには今度は君たちは国のために働かないのかって、君たちの学問はね国民を守るためのものではないのかとか言われて、彼らに圧力がかかるようになります。そうして全員がいつの間にか戦争のための科学に埋没するようになります。そうしたらじゃあもう70年も経っちゃったけど、70年前の経験、そこから出てきた重い決定で反省っていうのは何だったのかっていうことになります。なかなかねこの問題、こうやって説明をすると多くの一般の人たちもそれは恐ろしいことだとかね、それはもう学者がそういう軍事技術のことを研究し始めたらねもう戦争になってしまうんじゃないかとか、第二次世界大戦なんかの時にも、私はね医者なので、例えばドイツなんかでナチスが、ナチスの医学者たちもナチスに協力をして、いろいろ虐殺をねジェノサイドをしたとか、そういった歴史もありますのでね、多くの一般の人たちはそれはやめた方がいいって皆さん言うんですけども、この問題はなかなか多く日本でも報道されていなくて、多くの人がまだ知らないんですよね。学問がそういうふうにして軍事に傾く。そして今産業も軍需産業を解禁されてますから、軍需産業を促進するっていう方針を政府は出してます。そして武器輸出もしろっていうふうに政府が後押ししてやってます。そういうふうにすると日本の社会がって軍事研究やらないとダメだ、軍需産業やらないとダメだって、それでないと経済が回らないっていうふうになってしまうと、今まで軍需に頼らずに作ってきた日本の経済構造っていうのは崩壊していきます。それで軍需産業を基軸にするようになると、今度は戦争がないと困るようになります。